メタン、大変なのだ。ブラジルで蝶々が羽ばたくとテキサスで竜巻が起きるらしいのだ。蝶々の羽ばたきで竜巻っていくらなんでもお粗末すぎるのだ。あら、ずんだもん。バタフライエフェクトの話ね。それは気象学のカオス理論の例え話よ。初期のわずかな変化が時間とともに拡大して予測不能な大きな結果をもたらすっていう意味なの。やっぱり例え話だったのだ。僕がくしゃみをして地球の裏側で火山が噴火したらどうしようかと焦ったのだ。でもね、その全ての出来事はつながっているという考え方、実は仏教の根幹にある縁起という思想とすごく似ているのよ。今日は仏教版バタフライエフェクトともいえる縁起の世界をネットワーク理論の視点から紐解いてみましょうか。仏教でネットワーク、なんだか最新科学みたいなのだ。原因と結果の無限ループ。まず縁起って言葉、普段はどう使う？縁起がいいとか縁起が悪いとかかな。茶柱が立った時とかに使うのだ。そうね、現代では吉凶の前触れみたいな意味で使われることが多いわね。でもお釈迦様が説いた本来の意味はもっとドライで論理的なの。因縁生起、因縁生起の略で、全ての物事は原因、因と条件、縁が組み合わさって生じるという意味よ。原因と条件、どう違うのだ？例えば植物の種があるとするわね。これが因、原因。でも種だけあっても花は咲かないでしょ。水や土、太陽の光が必要よね。これが縁、条件よ。この2つが揃って初めて花が咲くという過程、結果が生まれるの。なるほど。種だけポツンと置いてあってもダメなのだ。そういうこと。そして重要なのは、この世界には単独で存在しているものは一つもないという発見よ。これがあるから彼がある、これがなければ彼もない。この相互依存の関係こそが世界の正体だというのが仏教の基本的な世界観なの。僕がここにいるのもずんだ餅の材料になる枝豆農家さんがいてくれたおかげってことなのだ。その通りよ。そしてその農家さんを太陽や雨、肥料を作った人、運送してくれた人、数えきれない縁によって支えられているわ。無限のドミノ倒しが今この瞬間も世界中で起きているのよ。世界は巨大な網の目。この複雑なつながりを古代の仏教徒たちは美しいイメージで表現したわ。それがインダラモー、つまりインドラの網よ。インドラの網、なんだか RPG のアイテムみたいなのだ。インドラ神の宮殿には天井に巨大な網が張ってあると言われているの。その網の結び目の一つ一つにはキラキラ輝く宝石がついているわ。ここからがポイントよ。その一つの宝石をよく見ると他のすべての宝石が映り込んでいるの。合わせ鏡みたいな感じなのだ。そう。そして映り込んだその宝石の中にもまたすべての宝石が映り込んでいる。つまり宝石の中に全体、ネットワークが含まれていて、全体の中に個がある。これが重々無尽という華厳教の世界観よ。うひゃ、想像したら目が回ってきたのだ。でもそれって今のインターネットに似てるかも。鋭いわね。ずんだもん。まさに現代のネットワーク理論や脳のニューロンのつながりに通じる話よ。私たちがスマホで誰かの投稿を見るとき、サーバーや海底ケーブル、電力会社、プログラマー、無数の縁が瞬時につながっているわ。私という存在は孤立した点ではなく、巨大なネットワークの結び目に過ぎないのかもしれないわね。僕はただの点だったのだ。なんだかちっぽけな存在に思えてきたのだ。僕らの行動が世界を変える？ちっぽけだなんて思う必要はないわ。むしろ逆よ。全てがつながっているということは、ずんだもんの小さな行動一つが巡り巡って世界全体に影響を与える可能性があるってことだから。やっぱり僕のくしゃみで火山が噴火するかもしれないってことなのだ。物理的な噴火はともかく影響の波は確実に広がるわ。例えばずんだもんが誰かに優しくしたとする。その人は嬉しくなって別の人に優しくするかもしれない。その連鎖が地球の裏側で誰かの命を救うことだってありえるのよ。僕の優しさが世界を救うバタフライエフェクトなのだ。逆に誰かを傷つける言葉も巡り巡って自分に返ってくる可能性があるわ。これを自業自得というけれど、ネットワーク理論で見れば当然の帰結よね。だからこそ仏教では良い行いを推奨するの。
道徳的な意味だけじゃなくシステムとしてその方が全体最適になるからとも言えるわね。なるほどなのだ。情けは人のためならずってやつなのだ。自分のためにも世界のためにも。よい。お紡いでいくのが大事ってことなのだ。たちは独立した子として生きているようで、実は巨大な生命の織物の一部なの。そう考えると孤独感を薄れるし、自分の行動一つ一つに責任と希望が持てるようになるでしょう。まとめ。というわけで今日は仏教の縁理をネットワークの視点から解説したわ。一見バラバラに見えるこの世界も実は見えない糸で密接に結びついている。袖振り合うも多少の縁というけれど、今こうしてこの動画を見ているあなたと私たちの間にも不思議な縁が生まれているのよ。この動画を見たことがみんなにとってよいの始まりになると嬉しいのだ。今日のおやつは誰かとシェアして食べることにするのだ。あら、珍しく良い心がけね。それなら私の分も用意してくれるのかしら。もちろんなのだ。後でこっそり買い足しに行くのだ。さて、あなたは今日どんな縁お周りに広げていきますか？今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。